これあれで後で消せるかな。そう、いけそう。記念すべきチートデーの1食目はスタバのトルティーヤにしました。こんにちは、33歳2児の父です。本日は念願の下田旅行の様子をお届けしたいと思います。この数ヶ月減量を頑張ったので今日は爆食しますがお許しください。3時間ほどのドライブで海に到着しました。空気入れが壊れてしまっていたのでまさかの人力で浮き輪を膨らませています。あいにくの曇り空でしたが人はかなりたくさんいましたね。浮き輪の膨らましが完了したので親父も海に向かいたいと思います。動画では伝わりづらいですが都会では体験できないほど綺麗な海なのでテンション上がっております。子供たちもかなり楽しそうで良かったです。ツーショットで年柄もなくね露出多めの夫婦です。海は1時間ほどで終了しましてお昼ご飯に向かっていきたいと思います。昨年もね来てすごく美味しかったこちらのサウスカフェというお店にやってきました。テラス席もかなり魅力的なのですがさすがに真夏すぎて食べる前に終わってしまいそうなので中の席が空くまで待ちたいと思います。満席でしたが親切なご家族が早めに席を空けてくれたので10分ほどで席に着けました。そうだよ、それ欲しい。親父はレモネードを注文しまして妻はライムソーダを注文しておりました。甘いものをね摂取するのが本当にめっちゃ甘い久々なのでめちゃめちゃ美味しく感じました。ピザも到着しました。もはやねお席に見えております。ハンバーガーセットも到着しました。そんな熱くない。いざ爆食していきます。やっぱり食事って大切というかありがたさを身に染めて感じる味でした。ついでに手作りのブラウニーも購入して店を出ました。去年買わなくて後悔したので今年は無事買えてよかったです。ブラウニーのお供にコーヒーも購入します。平日はペットボトルのコーヒーで我慢していますが今日は奮発してファミマのアイスコーヒーにしました。これが奮発と言えるのか分かりませんが小さな幸せをかみしめるのが好きだったりします。いざブラウニーも実食します。口の中のね水分は全部持っていかれましたがめちゃくちゃ美味しくて勝って正解でした。ホテルにチェックインして早速プールにやってきました。妻と子供たちが楽しんでいる間に親父は少し休憩させてもらいます。曇りでしたがなぜかもう日焼けをしていて太陽の吸収率が半端ないなと思います。10分ほど休憩したらいざ出陣です。プールの先が海になっていて見晴らしが最高でした。あいにくの曇り空だったので少し半減した感じはありましたが晴れたらもっと眺めがいいんだろうなと思います。親父も
プールタイムを楽しませてもらいました。温水に立ったので夕方でも快適でした。海だとね、人も多いし波もあるので、どうしても子連れにとっては大変なイメージがあるのですが、こういったホテル内のプールだと安心して見ていられるので、その意味でも親にとっては楽だなと思いました。プールが終了したらバーベキュー会場に向かいます。今にもね、雨が降りそうですが、ギリギリ持つことを願います。黄金のビール、最高です。僕ら好きなの？バーベキューの具材も用意されていて、追加で購入もできるのですごく助かりました。乾杯。少し足りないかなと思いましたが、むしろ多すぎて若干残してしまいました。減量終わりに外で飲むビールは特別というか、本当に最高の気分でした。もうちょいここで鶏肉もいけるかな。暑すぎて脱ぎました。こう見ると一日でめっちゃ日焼けしましたね。肉も美味しくいただいて、筋肉に元気が行き渡った感じがします。おかわりでハイボールもいただきます。結構多くない？お腹もいっぱいでお酒もたくさん飲めたので、最高の夜ご飯になりました。そして豪雨、雷もすごかったので残念ですが、早々に切り上げて部屋に戻ることができました。体勢を整えて貸し切り露天風呂へ向かいます。屋根付きの露天風呂だったので、雨が降っていても入れるのが助かりました。貸し切り時間は40分ほどなので、急いで入りたいと思います。中はこんな感じで、家族4人で入っても全然広い空間でした。眺めとしても先ほどのプール同様、海が一望できる感じで良かったです。お湯も熱すぎずぬるすぎずでちょうどいい湯加減でした。腹筋チェック中の親父です。朝昼夜とたくさん食べましたが、かろうじて腹筋が残ってそうで良かったです。妻と子供たちは先に上がったので、親父は少しゆっくり浸からせてもらいました。平日は仕事が遅くてお風呂に浸かっている時間がないですし、土日は子供たちとお風呂に入るので浸かる暇もないという感じで、久々にゆっくり湯船に浸かることができました。誕生日なので甘やかせてもらっていて、最高な一日になりました。子供たちの寝かしつけが終了して夜になりました。本当はプールサイドでバーが開かれる予定だったのですが、雨で中止になってしまって激悩しております。少しでもバー気分を味わうために一旦外にやってきました。来年もまた来ようかと思うので、晴れることを願います。外でちょっと飲んでバー気分を味わってきました。よくよく調べたらホテルの中でバーを開いていたので、柄にもなくモヒートを注文しました。こうして妻とゆっくり話す時間も最近はなかなか取れていなかったので、旅行の中でいろいろ話してよかったなと思います。当然家族のために仕事をしているわけですが、それで家族をないがしろにしていては元も子もないので、家族の時間も大切にしないとなと改めて今日の旅行を通じて
身に染みて感じた親父でした。とどめにポテトも注文しました。明日も一日旅行を楽しむので、今日は早めに寝たいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。